皆さんこんにちは。今回はですね、こちらのタスカム CA-XLR2D っていうやつを紹介します。まずですね、マイクはこれロードの別のコンデンサーマイクなんですけど、これがそのタスカムの XLR2D ってやつなんですよね。今富士の X-T4 っていうカメラに、ホットシューをかましてついてる感じなんですけども、ここの部分を、紹介します。これ何かっていうとですね、反対側に向けてみると、実はですね、こういうファンタム、ミラーレスカメラっていうと普通こういうマイクでこういう 3.5mm の、ステレオミニプラグっていうんですけど、このジャックでこういうところの穴に差し込んで、こういうマイクをホットシューにつけて使うのが結構一般的かと思うんですけど、最近のねカメラ、一眼タイプのカメラで、結構動画機能もついてて、動画で活躍する場面も多いんですけども、そうなると写真と多分一番違うところなんですけど、音が今度重要になってくるわけなんですよね。もちろんVlog 的な映像だけのやつっていうのも綺麗に撮りたいってなったらそれ十分なんですけど、音を撮りたいってなった時にこれもいいんだけど、実はその音響機材を使うってなると、普通こういう3本入る、これはフォーンも入るんですけど、ラインも入るんですけども、 XLR 端子っていうのを使うんですよね。でその方がこういったコンデンサーマイクもいっぱいあるし、もうレコーディング用のものから何から何までいっぱい、こういうねガンマイクも、映像用のガンマイクっていうのもいっぱいラインナップあるし、こういうの使えた方がはっきりと音質いいわけなんですよね。普通こっち使うんですよ。っていうところでこだわりたい人はその業務用のねデジタルシネマカメラとか FX6 とか、アーサーミニとかもこの端子がそのままついてるっていうのが結構そういうのを選ぶ重要なポイントだと思うんですよね。はい。で一眼で普通こういうのを使うんだけど XLR 入力ができるようにするアダプターっていうのがこのタスカムの、XLR2D ってやつなんですよね。でこれ僕プレスリリース去年半年前ぐらいに多分普通に出た時にそういうの出たんだねって、ソニーはあったよねぐらいの感触だったんですけど、この前先月かな、CP プラス行った時に普通 CP プラスってカメラメーカーだったりとかレンズメーカーだったりとか、カメラアクセサリーメーカーだったりとかが基本的には出てて、その中でちょっとタスカムは音響機器メーカーなのに出展してたんですよね。それで珍しくて実際に行ってみたらちょこっと知ってたんだけど、このプリアンプっていうか XLR アダプターっていうんですかが置いてあって、これ実機触ってすげえ感動したんですよ。っていうので、その場でそこに担当してくださってたタスカムの方に、TAC 株式会社 TAC の方にお話しして、これYouTube で紹介したいんでぜひ貸してくださいみたいな紹介したいんでっていうか単純にいじってみたかっただけなんですけど、それでお借りして動画を作ってる次第でございますけども、でマジでこれすげえなと思ったポイントが3つあるんですよ。1つずつ、紹介しますと、これ今電源入ってない状態なんですよね。じゃあスイッチ入れますね。これでついたんですよね。はい。でこれは、どういうことかっていうと、カメラのスイッチ入れたから一緒に作動したのかなと思いきや、ここでですね、実はこれ炭酸バッテリー2個で稼働するんですけど、これ取っちゃってみますね。炭酸バッテリーで、はい、それでも作動してるわけなんですね。はい、それでも作動してるんです。波形を見ていただくとここの波形が見えるかと思うんですけど、炭酸電池が入ってないのに作動する。これは、カメラの内部電源、要するにここに入ってるバッテリーですよね。そこからホットシューから電源供給してこれは作動してるんですよ。もちろんファンタムとか入れるんで、電池のね稼働時間を含めると炭酸電池使えるようになってるんですけど、なんとこれ電源をカメラから取るっていうのが結構おーってなったんですよね。でそれだけじゃなくて、これ今ロードの、NTG4 ってやつなんですけど、それがコンデンサーマイクがついていての、それが動作してる感じなんですけども、普通、これってカメラは富士フィルムで、これはタスカムですよね。でケーブルいらないんですよ。なんとケーブルいらないんですよね。音を
ホットシューから入れられるんだっていう、これやりたかったらあれソニーしかなかったんですよ。ソニーはFX3 とかだと純正の専用のXLR を入力するアタッチメントついてたと思うんですけど、なんとキヤノンと富士に限られるんですけど、ケーブルレスで、駆動するという代物なんでございます。はい、それが2つ目、感動したポイントで、もう1個はちょっとカメラずっと寄りますけども、もう1個はですね、これ1回ちょっと撮りますね。撮りますよ。撮るとこうなんですよね。でつけると分かります？電源が供給された、オンになった。それで少し時間はかかるんですけども、ここにメーターが出たんですよね。でメーターが出て作動し始めたと。っていう、こっちの UI もタスカムのこれに対応して、なんとバージョンアップがなされているっていう点。これがね、結構感動したポイントなんですよ。あ、そんなに親和性高いのっていう。純正みたいだねみたいな感じです。でそれが富士のカメラとキヤノンのカメラは、そんな感じで対応ができるんで、すごい親和性が高いっていう感じです。でこのタスカム XLR2D っていうのは、キヤノン用、富士用、それからニコン用もあって、ニコン用はこういったケーブルが必要だっていう、とこなんですけれども、でこのケーブルつけるときはちなみにここからこうやって普通に入れるんですけど、だから例えば純正で対応してないやつの場合はこれを経由してこういうコンデンサーマイクをカメラ側に入力する、アダプターとして機能するっていう、そんな感じなすごい代物だなって思って、紹介している次第でございます。はい。じゃあちょっとですね、一旦、もう組んじゃってあるので、どんな感じなのかもう少し寄りで、一個一個、使い方も含めてちょっと紹介しようかなと思います。はい、答えはですね、フレームはおそらく金属製かなっていうふうに思います。この辺とかは絶対金属だなって思います。ただここはちょっとプラスチックっぽいなと思うので、ここはプラスチックです。ここもプラスチックなので、フレームは金属製、おそらくアルミなのかな、なんだけどところどころプラスチックのパーツと併用して、軽量化を、図ってるって感じなので、レンズ1個よりは軽いです。確実に iPhone ぐらいの重さかもしれないです。だいたい iPhone ぐらいの重さかなっていう感じします。でここのホットシューにつける、このユニットですね、これは取り外しができます。付け替えてやることがあります。これは電子接点がついてるやつで、しかも富士のバージョン、キヤノン用はキヤノンでまた別、ニコ用もニコ用でまた別の種類としてラインナップされます。これは富士用ですね。でこれが電子接点付きのソケットと、電子接点つかないやつ、例えばだから別のカメラでブラックマジック 4K とかと 3.5mm いいんだから、あとその変換アダプター、変換ケーブルは必要ですけど 6K とか、あとZ カムとか FP とか、3.5mm の入力だと思うんで、そういう電子接点を必要としない時はおそらく誤動作の原因になるから、これ付け替えてドライバーで普通のプラスネジですね、それでドライバーで付け替えて、シューは 2種類ありますと。で駆動が炭酸バッテリーなんですけども、こちらの炭酸バッテリーを2個装着しまして、蓋をパチッとやりまして、ここにつけるんですけど、USB、おそらくそのファームアップとかのための USB のアウトがここに、ついてますね。っていう部分にカチャッとつけるとこんな感じになります。でスイッチが、これはバッテリーパワードオンオフ、要するにこの単三電池のバッテリーからの電源を使うのかどうかっていうスイッチと、単三電池はリチウムイオンなのかそれともアルカリ電池なのかみたいな、リチウムイオン電池はアルカリなのか、また違うタイプなのかで電源供給の最適化をするようなスイッチがついてます。で、こっち側行くんですけど、まず入力をちょっと確認しましょう。入力がインプット 1XLR とフォン、インプット2も XLR とフォンがついてます。XLR を主に使うんじゃないですかね。
なんか LINE で入れたいときは LINE も入れられますよっていう感じです。で、インプット3が 3.5mm のステレオミニプラグがついてます。これはだからそのワイヤレスマイクとかって大体一眼用なんで、3.5mm じゃないですか、ソニーのやつも。まあそれを入れられるっていうのがついてます。で、問題のここの、コンデンサーマイク、ガンマイクをつける、このアダプターなんですけど、ネジで、開けますと。で、結構クッション素材みたいになってて、ここにもバネがついてて、こう、普通に振動を吸収してくれるような感じなので、ご安心くださいって感じです。で、この、まあ普通に直感的に分かると思うんですが、こんな感じで、入れるわけなんですよね。で、マイクケーブルを挿します。まあ一旦インプット1に入れます。入力します。はい。で、そうする、まあこれケーブルが短いやつをわざわざ僕は選んで買って使ってるんで必要ないんですけど、ここにケーブルホルダーが2個ついてます。2個分のケーブルホルダーがついてます。で、ここまでできたら、これ単体で電源をオンにすることはできないんですよね。対応したカメラと一緒に使うんで、こうはめると。で、ネジを締めると。これで、セットアップが完了ですね。じゃあちょっとカメラの電源入れてみます。はい。で、コンデンサーマイクなんで、インプット1の、ファンタムをオンにすると。で、カメラの方もオンにすると。それで少し時間かかるんですけど、今、稼働しましたっていう感じで、このボタンをちょっとご説明しますと、まあさっきもバッテリーの下りでご説明しましたけども、ここがパワーサプライですね。カメラ内の電源だけで駆動させるのか、それともここに入っている単三電池を使うのかで、まあ、稼働時間が長くなるんで僕はこっちを使いますと。で、バッテリーの種類はいいとして、このセレクトっていうのが、今インプット1を使ってるんで、インプット1を使います。1になってますね。はい。で、入力がされてますけども、1と1たす2と、1たすイン3みたいになってるんですけど、ですね、1たす2の時は LR で分けることができます。今1で使ってると、まあ、両方、モノラルでなんですけど、要するにステレオチャンネルとして、モノラルで今入ってるんですよね。マイクがもし2本あった場合ですね、とかステレオマイクを使った場合に、1と2をどっちも使いますよ。なおかつ、LR で振りたいですよっていう話をするときに、1たす2にすると、このインプット1がL に入っています。で、下の1たす2リンクっていうのは、こっちの設定項目があるんですけど、まあ、左から、ファンタムですね、これ。ラインかマイクか48目。これ分かると思う。アテネーターっていうのはその出力がでっかい時に、これドラム強すぎだな、全然割れてるわみたいな時に、これやると割れてない。で、割れてますよって、オーバーロードですよっていう時に、これランプが光るんですよね。で、あとローカットは、まあ、一旦オフっとこうかな。220と80とオフがあるんですけど、まあ、ポストでもできるから一旦オフしましょう。でも基本的に喋り取るときは220ぐらいにしちゃっても別にいいかもしれないです。で、リミッターがついてるんですよね、オン、オフ。レベルもオードとメインが選べて、まあ、メインの場合はこのダイヤルで、まあ、これは原因ですね。はい。まあでも僕はちょっと、オートにします。で、リミッターもついてるんで、それが1ちゃんも2ちゃんもどっちも使えるってことですね。で、それの各部の操作を1たす2リンクするのかしないのか。リンクすると全部1でやった設定になりますみたいな。こっちと1と2を個別で設定したいときはリンクを解除するっていう感じの、感じです。で、ここに、インプット1スラッシュインプット3っていう風になってると思うんですけど、これはですね、まあ、入力の説明を先ほどしたと思うんですが、ここに入力ができるステレオミニジャックが1個ついていてですね、ついていての、これ便宜的にここにつけますけど、今ちょっとビデオマイクをつけたんですけど、主にワイヤレスマイクを 3.5mm のイヤホンジャックでつけたい場合用にこの3っていうのを使うんですよね。そうするとこれに今入力がなってるんですよね。切り替えられるわけなんですよね。だからまあ
この入力3と入力1、2を同時に使うことはできるんですよね。入力1、2は同時に使えるんですけど、入力3は切り替えて使うっていう感じ。まあでも、まあちょっとこれチートっぽいんですけど、ここに4チャンになってるんですよね。4チャンネルに今なってるんですよね、ここが。で、これちなみにカメラ T4 の最新のファームウェアにアップデートすると XLR のマイクアダプターセッティングっていう欄がですね、音設定の中に1行追加されてですね、もろもろいろいろ選べるんですけど、まあこれは余談なんですけど、今インターナルマイクと、エクスターナルマイクっていうのは要するにこのタスカムからホットシュー経由で入ってるマイクのことです。でこれどっちもオンになってるんですよね。で、タスカム経由しないで 3.5mm に入れたらどうなるんだろうっていうところで入れてみますと。で便宜的にちょっとこれ一旦タスカムの方オフってみましょうか。そうするとコドマイクがなんとインターナルマイクみたいに入ってる。だからこれで、ビデオマイクの音が拾えてて、タスカムの XLR の方もオンにしますけど、これでなんと3.5mm のカメラの方への入力と、タスカムを経由した、ファンタムじゃなくてコンデンサーマイクの入力が4チャンネルで入るっていう感じなんですよね。まあもちろん今インプット1しか使ってないからこれ本来はモノラルなんですけど、まあ、4チャンまで、1たす2をリンクすれば最大で、ワイヤレスも2台使ったとして最大で 4個別のマイクをこうカメラの1個の画像動画ファイルの中に4トラックの音声データを入れられるっていうことなんですよね。まあ富士とキヤノンだったらこれができるって感じですかね。相当すごいですよね。例えばじゃあ人のインタビューみたいに撮るときにエアーも欲しい。で、ラベリアマイクのワイヤレスも欲しいと。で、そっちの方がエアーも撮れるし、音質的には綺麗だし。まああと音楽とかね、ギターとボーカルみたいな時とかにマイク2個を XLR に入れて、でまあ観客席を別にカメラの内蔵マイクで別に撮っちゃってもいいですよね。はい。っていう使い方がかなり多角的にできるんじゃないかなっていう、ことでございます。で言い忘れましたけども、ここにイヤモニがついてます。モニター用の、アウトがついてます。でその際のボリュームがここでできるっていう感じですね。でこれはこのホットシューで音声を接続できないカメラの場合は、3.5mm のここをアウトとして、3.5mm のインの方に入れるような形になります。でモニターするときはこれ下にしてイヤホンジャック、こういうモニター用のイヤホンで、こう挿せばモニター時に切り替えるっていう感じです。っていう感じでですね、最後は、カメラの内蔵マイクとこのタスカム経由のコンデンサーマイクとあと、ビデオカメラのマイク普通に 3.5mm インのビデオカメラでこの3つで比較をしてみようかなと思います。はい、今ですねガンマイクと、それからですねカメラの内蔵マイクですね、内蔵ステレオマイク、それの比較ということで、まずいきましょう。そうですね、最近買ったいいものとして、こちら白馬の、カメラマットみたいな感じ、シネサドルって言って結構大きいなんていうんですかね、こうカメラを置く用のクッションがあるんですけど、それのちっちゃい版がもうほんと数千円1000円ぐらいで白馬から出てたんでこれさっき使ってたんですけど、切り替えてみましょう。今タスカムだったんですけど次がカメラのエアーマイクですね。違いは力然だと思います。はい。やっぱり特にこの部屋はですね、エコーが結構しんどいんですよね。これ同じくタスカムの、DR40X って言って基本 YouTube これでいつも僕使ってたんですけどとか日常的にそのカメラの方の、カメラに
画像の方に動画の方に音声を入れるんじゃなければ、これ独立して WAV でこっちで撮ってたりするんですけど、日常的に恒常的にめっちゃ使ってるんですけど、何せ、エコーがですねこの部屋結構しんどいんですよ、前の防音ルームと比べて。なのでこれはこれで、いいんですけど、エコーがしんどいからやっぱりガンマイクが一番この部屋で収録するときは絶対一番いいと思う。コンデンサーマイクが一番いいと思います。はい、ちょっとそうですね、ギターでも弾きましょう。3.5mm の方のですねマイクと、比較してみます。いかがでしたでしょうか。タスカムの XLR2D 富士フィルム用の低照化でした。対応カメラとしては、別バージョンで、キヤノンと、富士、それからこういうふうにケーブルで付けなきゃいけないんですけども、ニコンが、対応モデルとして発売されております。で、フォトシールを変えれば電子接点ない感じで普通に XLR を入れられるアダプターとして 3.5mm 今一眼タイプのカメラに使用することで、だいぶ幅が広がるんじゃないかなというふうに思います。一番いいのはやっぱりそのフォトシューから音を入れられる富士とかキヤノンの方で使うのが一番いいかなと思うんですけど、やっぱりそのコンデンサーマイクとそれをしかも1チャン2チャンインプット1インプット2で、カメラの方の 3.5mm を使用してワイヤレスを一緒に入れるとか、音楽のねライブ撮る時とかでも、ボーカルとねギターぐらいやったら1台のカメラで、全然いけちゃうような、セッティングが組めちゃうかなっていうふうに思うんで、今までソニーのカメラでは、FX3 とか FX30 用で純正のやつが XLR のアダプターあったりしましたけども、キヤノン、富士足す、タスカムのセットでまさか、ワイヤーいらないフォトシューからの、電源供給もあり、それから、インターフェースも普通に4チャン使えるようになっちゃうみたいな、モニターも出てきてみたいな、その辺の純正とミュマゴーフのこのですね、コラボレーションっていうかめっちゃ感動しましたので、動画を作ってみました。ぜひ、気になった方はですね、ぜひ使ってみて、試してみてくださいっていう感じでございました。僕も今これ CB プラスで株式会社ティアックってタスカムの会社のティアックっていう会社なんですけど、ティアック株式会社さんからですね、お借りして早1ヶ月で、やっと動画を、出した次第でございまして、ちなみに、これ編集の方の画面見せてないんですけど、今お見せすると、4チャンで入る、だからモノラルで入れてる場合、ただインプット1にインプット1が、モノラルで LR で入ってるはずなんで、どっちか消せばいいんですけど、なんていうんですか、4チャン入るっていうことなんですよ。そこがなんかファームウェアでそんなんできんだみたいな、そんな感じで、こちらのチャンネルではアートライフミュージックのテーマでお送りしております。チャンネル登録と、グッドボタンお願いします。それで言い忘れたんですけど、この今日タクマの 28mm っていうのと富士で使ってるんですけど、これ正面から見るとタクマのこのなんていうんですかね、感じと富士の感じがもう絶妙に合うなみたいな、かっこいいなみたいな、それではまた。